全部の島がすごく可愛くて EXIT 開けたら滑走路で新婚旅行でやりたい。本当にないと無理でラマダーとかで俺らもみたいなで。こんにちは、上野ありさです。ちょっと今日変だよね、メイクがね今月も Q&A のお時間がやってまいりました。毎月早いよね。そして今年ももう終わりますけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうかということで、今回の Q&A はですね、番外編みたいな感じで旅についての質問をみんなから募集したので、旅についての Q&A をやっていきたいなと思います。最近ね Vlog も旅行系がすごく増えてきてて、海外に行く機会も多くて結構質問をもらうことも多いので、お返事をしていきたいと思います。ではまず最初に、角貝さん、アーティストさんでいいですかね、漫画家さんの、角貝さんからご質問なんですけれども、ありがとうございます。以前保険はカードのもので行かれてるとおっしゃっていたかと思うのですが、実際カードの保険にお世話になったことはありますかということで、今のところ器物破損なんて言うんですっけ、物を壊しちゃったやつの保険で使う以外の病院とかは行ったことはなくて、ただ物が壊れちゃっての保険は2回ほどやってます。まずスーツケースと、あともう1個は旅行中にフィルムカメラを落としてしまって、それでそのフィルムカメラが壊れたので修理に出して、それが保険で修理代が下りたっていうような感じで、実際に知り合いが、パリでお腹が痛くて病院に行って、そしたら盲腸で手術をすることになって、その人はアメックスのカードだったんだけど、もちろん種類にもよるんだけど、アメックスに電話をして日系の病院を予約してもらったのかな、確か。病院予約してくださいって言って、でアベックスのカードで支払うんだけど、現地ではそしたら結局医療費が無料だったなって、保険内で。なのでそういう感じなので、今のところ幸いまだ病院にはお世話になってないけど、クレジットカードはなるべく保険とかがいいものを、毎回保険に入ってお金払うこと考えると、私ぐらいいっぱいいろいろ言ってると結局クレジットカードの年会費トントンなんじゃないみたいな感じの部分があるので、それでやってます。はい、なんかね、旅系だから全然ね質問が来ないかなと思ったの。普段より少ないかなと思ったらね、見て、すごい来てます。まだおすごいな。というわけで、これね結構こういうのあったんだよな。1回の旅費って大体どのくらいですかということなんですけど、もう本当に旅によるし、マイルで行くのか普通に払っていくのか、お仕事でクライアントさんに払っていただくのかで毎回違うので、この旅でいくら使ったとかは考えたことがないので、いくら使ってるんだろうね、あんまり分かりません。マイル貯めてますか？もちろん貯めてます。マイルは全部入ってます。ワンワールド系は JAL、 スタイランス系は ANA、 スカイチームはエールフランスだか KLM で入っています。デルタじゃないんだよね。そう、その3つの加盟で入ってるので、マイレージは基本どの会社でも貯められて、で私旅し始めたのが大学入ってからなんだけど、マイレージを登録し始めたのが23歳とかだったので、すごい遅くて、なんかマイル貯めるのでどうやるのかも分かんなかったんだけど、もう本当に簡単。ただネットで調べて申し込むだけで無料で会員証みたいなの作れる、番号を作れるので、それで旅行に行くたんびにマイレージ番号を打ち込んだり、カウンターで言ったりすればマイルが勝手に溜まっていくので、最初の方はマイルを使う機会もなかった。休み取って自分で行くってこともできなかったので、基本的に物に交換してて、うちにある家電系は結構全部ほぼマイルで交換したものが多いです。なのでマイルはかなり貯めています。アリサさんは枕やベッドが変わっても問題なく寝れますか？私は本当に問題なく寝れます。どこでもね、ソファーとかだとちょっと寝つき悪かったりするけど、ベッドだったら全然寝られます。持っていくコスメはどうやって決めますか？持っていくコスメはどうやって決めてんだろう。でもなんかその行く土地とか着る服とかによってカラーシャドウ持っていく持っていかないとか、リップはこういうの持っていく持っていかないとかで、基本的にアイシャドウは2パレットぐらいと、ファンデーションはリキッドとクッション持ってったりとか、2泊3日ぐらいだったらクッションしか持っていかないで、あとは全部1個ずつみたいな感じで持って行ってます。だから行き先によってとか、そこの季節とかによって結構違うかな。今までアリサさんが行った国の中で死ぬまでに一度は行くべき国を教えてください。私はね、モロッコかな。
モロッコは本当に良くて、マラケシュに行ったんだけどめちゃくちゃ良かったの。サハラ砂漠に行ったりとか、サハラ砂漠に泊まったんだけど、もう本当にモロッコは良くて、その時まだ YouTube やってなくて Vlog を撮れてないのがマジで後悔なんだよ。本当に思い出深い旅だったからマジで Vlog 撮ってたかったんだけど撮ってなかったので、マラケシュはまた絶対に行きたいと思ってるところで、マラケシュ以外もね、モロッコフェズとかシャウエンとかも行きたいし、あとはギリシャのヨットウィーク、こちらですね、ビデオにもあるんだけどもうすっごく良くて、ヨットウィーク、結構パーティー系っちゃパーティー系だけど、ヨットに泊まるっていうところと8日間も、あとわけわかんないギリシャの島に行くんだけど、それも全部の島がすごく可愛くて、車がいなくてドンキーで移動する島とかあって、もうそれもすごい良かったから、ギリシャもすごくおすすめだし、ヨットウィークもすごくおすすめでした。はい、次。第三言語の国へ移住する予定です。英語圏以外で不安です。アリサちゃんがもし第三言語の国へ移住するとしたらどうしますか？毎月これ書いてます。使われますようにということなんですけど、すいません、毎月。でもすごくいっぱい来るんで拾えないこともあるんです。これちょっと旅行と関係なくなっちゃうんだけど、質問の内容が。でも基本的に英語が共通言語だから、英語さえマスターしておけばいい気もするし、例えばじゃあ私がタイにじゃあ移住しますってなったら、もう私英語でサバイブして、タイ語もちょっとだけ習ったりとか勉強はするだろうけど、注文するとかぐらいは。けど基本的には英語が話せる子たちのコミュニティと仲良くなることが私は多いから、どの国に行っても。なので英語で乗り切るかな。でもめっちゃ楽しそう。羨ましいです。私旅行に絶対これ持っていくというものありますか？私はね、これはね、BOSEのノイズキャンセルイヤホン。これ旅行にっていうより飛行機になんだけども、これは本当にないと無理で、飛行機が絶対持っていくのと、あとはでもそんな特別、あんまり私ってこんなに旅慣れてるのに、パッキング動画見ても分かるように何の工夫もないしこなれ技持ってないんだよね。だから旅行だからこれ持っていくとかないかな。カメラ、フィルムカメラとカメラは絶対に持っていきます。あ、これいいね。通貨の用意どうしてますかということなんですけど、基本的には空港で行く前に、出国前に私は両替をするようにしてて、大体行く期間とかにもよるけど、3から6万円ぐらいをキャッシュしか使えないような国もね、使えないっていうかキャッシュ優位な国もあるので、そういうところだったら5、6万。あと最悪それなりのホテルにステイしてればホテルで両替もできたりとか、あと街中で両替もできるので、通貨が余ることの方が嫌だ。もしよく行く土地ならいいけど、例えば私ニューカレドニア行った時とか、ニューカレドニアの通貨未だに持ってるんだけど、多分もう行くことなさそうだから、クローナ、ニューカレドニアクローナみたいな。だからそうだね、基本的にカードを現地でも使うようにはしてて、で最終日とかにキャッシュが余ったらキャッシュを使うようにとかしています。あとホテルの支払いとかがあったら、それを余ったキャッシュを使って残りをカードっていう風にキャッシュとカードで払わせてくださいって言ったりとかしています。行ったことない国でどこの国に行きたいですか？これめっちゃあるんだけど、まずは絶対行きたいのは、名前忘れちゃった。なんだっけ、ハバナのとこ。今結構夜深くてさ、ちょっと頭回ってないんだよねなんだっけ、ハバナのとこだよ。キューバよ。なんでキューバ出てこないのそう、キューバを絶対行きたいのと、アフリカも行きたい。サウスアフリカも行きたいし、ケープタウン。そこは絶対ちょっと行ってみたいなっていう国かな。会社を長期休んで旅に出るのは社会人として良くないことでしょうか？社会人としていいとか悪いとかってなんか別に、じゃあ社会人として生きることを取るのか、自分として生きることを取るのかっていう、その究極なところに私は行くので、私の考えではね。だからじゃあ社会人として良くないから、行ける環境で行きたいのに行かないのは絶対に違うと思うし、絶対後悔するから、だったら自分として生きて、自分がやりたいことを優先して自分がハッピーでいられるようにいた方が絶対いいから、私はそもそもでも社会人として良くないかなっていう悩み方はあんましないかな。お金なくなるなとか、例えばそれなりにある程度じゃあ半年休んで旅に出ます、半年分の一応貯金はありますとかいう状況になったら全然 OK だっていう考え方だし、そうだね、社会人としていい悪いはそんなに気にしなくていいと思う。旅行してきた中でここに移住したいなって思った国ありますか？ポルトガルだね。私とマイルズはポルトガルをすごく気に入って、
物価も安いし可愛いし、ちょっと坂が多いのと石畳で歩きづらいみたいなのもあるけど、ポルトガルがすごく好きでリスボン行ったんだけど、あとベルリンは友達が多いのですごくありです。あとはけどもうヨーロッパが私結構アメリカ好きと思われがち、好きなんだけどアメリカもなんですが、実際ヨーロッパの方が好きで、コロナ前はめちゃくちゃヨーロッパもアメリカと同じくらい行ってて、ヨーロッパって国じゃないからさ、ヨーロッパのどこって言われたらいろんなところ行ってたんだけど、その頃から Vlog とか YouTube 見てくれてるから相当少ないと思いますけど、分かってると思うんだけど、結構ヨーロッパによく行ってて、そうだね、だからもう本当にヨーロッパに住みたい。私もマイルズもヨーロッパが大好きで、アメリカ移住よりヨーロッパ住みたいよねみたいな話はすごいしてて、だから東京以外ぶっちゃけ住んだことないからさ、その幼稚園の時大阪行ったとかその話どうでもよくないっていう話だよね。海外に住んだ経験がないので、そもそも海外に住むっていうことをマジでやってみたいけど、ヨーロッパに住みたいと思ってる。海外で行った場所など忘れちゃうんですけど、何かまとめたり保存してたりしますか？私は Google マップを使っていて、 Google マップに保存機能があるのね。例えばじゃあここもうちょうどカラホテル、ロスのねカラホテルってところをピッて押すと、ピッピッってやるとここに保存ってあるの。保存って押してここにこうリストを作って、私はリストいっぱい作ってるんだけど、でポンって押してメモとかも入れられて完了ってやると保存できるんだけど、これでいろんなリストを作ってて、例えばだけど、ニューヨーク、パリ、韓国とか宮古島とか行ってみたいとか、東京バージョンもこれ作ったりしてて、それを海外の友達にシェアしたりとか、シェア機能もあるのですごくおすすめだから、行ったところとかはこれで保存っていう風にしてます。なので Google マップを使っています。これね、プライベートで旅行に行くタイミングはどんなタイミングですか？流れで決めてるんですか？そう、流れというか、なんて言うんだろう。怖い。いた。マイルズ帰ってきた。流れというか、いついつどこどこ行きたいな、それに向けて頑張ろう、それ行けるように仕事調整しようとか。でもやっぱり私の場合って現場に行かなきゃいけないお仕事とかも多い、イベントとかさ多いから、じゃあ今回ヨーロッパに2週間行きますってなったら2週間分の仕事は断らなきゃいけなくなっちゃうのね。だからそれは結構お金のことで惜しいとかっていうよりは、経験として、そのイベント出たかったな、やりたかったな、その DJ やりたかったなとか、そういうキャリアとかの部分でくっそーってことはもう絶対あるの。もう海外に行くってなると絶対にありがたいことにあるから、だからそれはしょうがないんだけど、あんまりなんかこういうタイミングでここに行こうとかってよりは、そろそろどこどこ行きたい、だからどこどこ行きたいなとか、友達と話でどこどこ行かない、行こうよ、いつ行くとか。一人旅しないから、出張とか以外は。なのでそうやって友達と決めたり、マイルズと決めたりしています。旅行先で怖かった、危なかった体験教えてください。なんかあったな。そう一回すっごい怖かったのは、この話したかもなんかで、もう一回するわ。マイルズと遠距離中でアメリカから帰る時に LAX の空港で、その時なんかサンフラン乗り換えだったんだよね、フライトが。でサンフランシスコで行って、サンフランから日本に帰るっていうので、JAL で撮ったんだけど、サンフラン乗り換えのけど JAL で撮ったけどアメリカンなの、LAX からサンフランまでは。でサンフランから日本が JAL だったのかな多分。したらその1本目が遅れます、なので2本目乗れませんってなって、で私帰った次の日に神戸で DJ で、今でも忘れない。でみたいな、無理だからってなって、もう超電話して、もうどうにか日本にその仕事があるから帰らせてくれって言って、こっちのミスじゃないからみたいなしたら、なんか申し訳ないですけどできないし、次に空席があるのがあさってですって言われて、はあってなるじゃん。でもうどうしようと思ってマネージャーに電話しながら、やばい帰れない神戸で DJ がってなって、結論から言うと最終的に神戸の DJ はキャンセルすることになってしまって、もう本当にすごいいろんな人に迷惑をかけちゃって、結局乗れなかったし、あさって帰らなきゃいけなくなって、幸いマイルズが住んでたからマイルズの家があったけど、そうじゃなかったらホテルまた取ってとか大変なことになってたのね。でそれでじゃあロスに残ろう、サンフランに行ってもしょうがないからってなって、デパーチャーのターミナルからこう出るんだけど、デパーチャーのターミナルから外出たことないじゃないですか。だから出口が分からなくて、どこだろうと思ったら EXIT って書いてあるところがあって、あったと思って EXIT 開けたら滑走路で
でビーンってアラームが鳴ってあーってなったらセキュリティの人たちがすごいなんか大人数ではってきてなんでお前そこ開けてんだよなんちゃらかんちゃらって言われてなんかびっくりしすぎて泣いちゃったのねでソーリーみたいな出口って書いてあるからフライトがなくなって私はもうなんかそれも DJ がもう日本でできなくてなんかとりあえず出口っていうところを探してたらここ開けちゃったみたいな感じで言って分かったじゃあこっちに来いとか言ってなんか連行されてベンチになんかここに座ってろみたいな感じで言われて座ってたのではぁってなってもうこんなになりながら最悪みたいなしかもどこが出口なのみたいななっててでなんかその2人ぐらいのそのセキュリティの人がいなくなったのそれで5分10分待っても一生来なくてでパスポート見せろっても言われてパスポートも見せてたのねでパスポートも見せてるし私はここで一生待つのかなこの人たちをと思ってで10分ぐらい待っても来なくてしたら近くにいた別のなんか TSA のおばちゃんかなんかが近寄ってきてあんたなんでそこにずっと座ってんのって言われていやさっき滑走路開けちゃってセキュリティの人にここで待ってろって言われたって言ったらここで待ってても誰も来ないから早く行きなさいよみたいな感じで言われてどうなってんのみたいな感じででも出口がわからないって言ったらここよって言ったらもう座ってるここが出口だったのねでってなってでとぼとぼ歩いてマイルズが迎えに来てくれてるんだけどそしたらスーツケースがサンフラン行ってるか戻ってるかわかんないもう私たち仕事終わったからみたいに言われて夜だったからでふざけんなよってなってスーツケースないままマイルズの車にとりあえず乗り込んでで出発したのねそしたらパスポートがないってなってパスポート私道で落としててで急いで戻って来た道戻ったら落ちててあったんだけどでバッグも次の日に取りに行ったらロスに戻ってきてたかロスにあったかであったんだけどそんな体験があってすっごい長く喋ってから全然この話面白くないし全然怖い話でも何でもないよねどうしようそんなことがあってでも私の周りは結構ね怖い思いしてる子いるニューヨークではセキュリティみたいな黄色い服着てる TSF のベスト着てる人と同じエレベーターになってタクシー乗んのって言われてじゃあそうって言ったらいやこっちだよ連れてあげるよって言われて連れてかれてバンに乗せられてそしたらバンの中が電波通じなくて$600とか言われて$600取られてなんかわけわかんないクイーンズのところ駐車場で降ろされてどうのみたいなとかそういう怖い話もあるからイエイ旅行っていう気分でいるけどいろんなことがある私の話はただ別に何もパスポート落としたとか自分のドジだしさ滑走路開けちゃうのも自分のせいだからあれなんだけど、いろんなことがあるのと思います。この質問いいかも。旅行中に生理が来ちゃったら何を使ってますか？吸水ショーツ、ナプキンということなんですけど、私の場合はロスとかだったらお家だから、洗濯もできるし吸水ショーツでナプキンも少しだけ持っていくような感じだけど、例えばさじゃあ5日間行きますで生理かぶりますだったら吸水ショーツで全然いいんだけど、2週間行きますのうちの1週間生理だとさ吸水ショーツめっちゃかさばるの。だからそれが私も今回2週間もうすぐヨーロッパに行くんだけど生理かぶるのね。私生理全部トータルで1週間ぐらいだから吸水ショーツどうしようみたいなの思ってるんだけど、でもナプキンと吸水ショーツ両方持っていきます。マイルはカードで貯めてますか？それともフライトたくさんされてるからそれで貯まってるんですか？それは両方です。好きな航空会社、好きな航空が私ねあんまりねいろんなの乗ってはいるけどまだエミレーツ乗ったことなくて、けどアナ好きだし JAL もだから日系だね。日系は大好き。アナも JAL もやっぱ最高、サービスホスピタリティ最高なのでアナ JAL は好きだけどターキッシュも意外と好きかな。なんかでもアメリカの航空会社は本当にちょっともうなんかいい思い出が全然ないっていう感じです。ユナイテッドかな、ユナイテッドかなんかでさ風邪ひいてて出張帰りでもうくたばりすぎてて、ブリティッシュだったかな、なんかどっかの航空会社でくたばりすぎててもうどうしても喉がやばくて水をくださいみたいな感じでピンポンしたらまだあなたの番じゃないから待ってみたいな感じで言われてもう超生理前じゃんみたいなっていうか順番あんのみたいな、なんかもうすごかったのとかあったね。すごいこれ来てる。新婚旅行おすすめ。行ったことないけどベタなのはモルディブじゃん。モルディブもいいなって思うけどゆっくり系だよね。バリは結構楽しいかも。街に出ても楽しいしホテルでゆっくりでも楽しいし、あとサムイ島も超良かった。サムイ島は結構リゾートなので、ゆっくり系だけどハネムーンってなるとどうしてもさなんかリゾート地を結構思い浮かべがちだけど、私はヨーロッパ
の島を回りたいの。リゾートだけどさ、なんかいろんなポジターノすごい良かったから、こちらです。ポジターノ概要欄に貼っておきます。ポジターノ行ったりとか、ニースに行ったりとか、マヨルカに行ったりとか、なんかヨーロッパの南の島を回るっていうのを新婚旅行でやりたい。旅での宿泊場所は何を決め手に選んでますか？日本でも海外でも教えていただきたいです。日本の場合はインスタとかで見たりとかして行ってみたいとか思ったりとか、あと行き先があったらそこから見たりとか、基本ブッキング .com とかエクスペディアとかホテルズ .com とかそういうサイトで見ることが多いかな。インスタで保存をもともとしてない限りはそこで見てからインスタを見たりとか、ホームページ見たりとか、ホテルの写真だけじゃなくてそういうホテル自体がどういうインスタとかもさ、なんかおしゃれにしてるかしてないかとかって、海外のホテルとか結構それがキーになる部分も私多いからするんで見たりとか、海外とかだと基本できるのはブッキング .com とかで見て、で星5つから上、なんか星のランク順に並べて、でそこから予算に合うところとか、あとはなんか安いところでもスイートルームとかで安いとかあるから、荷物が多い時は広い部屋がいいからスイートルームにしたりとか、なんかそういう感じでサイトとインスタを活用しながら見てます。でいいなと思ったホテルとか行く予定がなくてもインスタで保存しておいたりとかしています。LA でおすすめのレンタカーのお店ありますか？ぼったくられたことあるので。なんか私レンタカーなんかあんまりしない、マイルズがしてるからあれなんだけど、私のあさみちゃんとかは桜レンタカーしか使ってない。いつもやっぱ日系なので安心ということで桜レンタカーを使っているそうです。SIM カードは毎回現地で買ってますか？私は SIM カードは毎回 Amazon で旅に行く前に買っています。今回もヨーロッパはヨーロッパ周遊できる SIM カードを、Amazon でもう買っておいてあります。海外でのホテルを決めるときに譲れないポイントランキング1から3位をどうぞということなんですけど、水回りね。水回りが銀のシャワーで、ここに白っぽい水垢とかついてるホテルとか、なんかいいかも、ここ安いしワンチャンいけんじゃないみたいなので、お風呂場の写真がそれだとちょっとお風呂場は綺麗でお願いしますっていう感じで。でも若い時とかはマジでそんなホテルにお金なんて全然かけられなかったから、綾乃と2人で旅行してる時とかはだからめちゃくちゃ安い。トラベルコちゃんとかでツアー、もうパッケージツアーになってるとかで、初めて2人でグアムに行った時は、グアムってなんだっけ、なんとかとなんとかって2個あんのね。1個そのメインの子があって、その隣町みたいなホテルで、なんかクラブとかでナンパされた人とかにもどこ泊まってんのとか言われて、言いたくなみたいな、うちらはそもそもこの町じゃねえみたいなので、たまたまクラブとかでなんか声かけた日本人の男の子たちに、なんかどこ泊まってるのみたいな話になって、マジうちら言えないんだけどみたいな、なんか隣町なんだけどとかで、俺らも隣町なんだけどみたいな感じになって、そしたらその人たちもなんかその時ラマダホテルだったので、どこみたいになって、マジ言いたくないんだけどとか、なんかラマダとかで、俺らもみたいになってクソ爆笑して仲良くなったっていうエピソードがあるぐらい、もう隣町の誰も知らないようなところに泊まったりとかしてたから、その若い時とかはそんなホテルにこだわれるようなことはなかったんだけど、なんか水回りの文句とかも言えなかったっていう感じなんだけど、1位がそれでしょ。2位があんまないかも。結局ホテルで写真ってあんま撮んないんだよね。だけど写真で可愛くなれるところを選びがちだけど、結局ホテルの中って写真撮んないんだよなと思いながらも、1位2位3位ってあんまないけど、水回りをすごく見ます。旅先で家族などへお土産は旅の序盤に買うタイプですかってことなんですけど、お土産私買わないんです。買ってるか、最近買ってんな。最近買ってるけど、お土産を買おうって思うってより、お買い物してて、これかわいい、あの子好きそうで買うのね。だからお土産を買いましょう、これを買いますとかっていうよりは、なんか例えばじゃあ会社フィグやってた時とかはプライベートで行ったりとか他のお仕事で行ってる時ってフィグに穴開けてるからお礼みたいな感じでお土産とかを買ってきたりしてたけど、基本旅の終盤に買うね。で大体忘れちゃって空港でなんか適当な穴になっちゃったりとかしてたけど、お友達へのお土産とかに関しては、何これかわいい、これあの子が好きそう、あの子っぽいなとかで買うようにしてます。旅行中のお財布は分けてますか？日本と一緒ですか？分けてます。基本昔は旅行に行く時はすられてもいいような適当なお財布だったけど、今は普通に可愛いシャネルのお財布なのですられちゃいけないから。でも次はヨーロッパだからスリの可能性が高まるので、なんか巾着みたいなのに入れてこうかなっていう感じで思ってます。次こそ最後にします。ご飯屋さんやカフェは事前に調べてから行きますか？見つけたところにフラッと入りますか？
韓国とかは葵ちゃんがすごい知ってたのでそれで見たりとか、基本的には前日とかに調べるかな、現地で調べたりとか、あと Google マップでこうピンピンってなんかバーのマークとかさ、カフェのマークとかレストランのマークとかあるから、そういうのをピンピンって押してなんか可愛いとこ見つけたりとか、そういう感じで見つけたり、もちろんインスタで見つけたりとか、だから旅行中に結構どこ行くっていう詳細なことは決めたりしてる感じです。はい、というわけで今日はですね、ちょっとごめんなさい、夜なので元気がなかったんですけどそう、旅行に関する Q&A ということで毎月ねQ&A やってるんですけど、結構お悩み相談が多くて、私もそれを答えてね、少しでもなんか元気になってもらえたり参考にしてもらえたら嬉しいので、毎月この企画をやってるんですけど、最近はちょっと旅が増えてきて、旅の質問も結構増えてきてるなっていう実感があったので、旅にまつわる質問を募集しました。これが公開されてる時は私はきっともうヨーロッパにいるのかなということで、今月はドイツ、フィンランド、チェコに行ってきます。すごい楽しみなの。私の誕生日トリップなんだけど、クリスマスもあるし、誕生日もあるし、記念日もあるし、全部を一気にお祝いしてこようと思って、でクリスマスマーケットをいろんなところで巡るので、ドイツといってもベルリンとかだけじゃなくて、フランクフルトとかだけじゃなくて、ニュルンベルクっていうところに行ったり、シュトットガルトに行ったり、フィンランドではサンタビレッジっていうサンタさんに会いに行ったり、そういうすごく楽しいことをいっぱいしたいと思うので、 Vlog もいっぱい撮ってくるので、ぜひ楽しみにしていただけたらと思います。そのね旅はね、もうね移動が多すぎて2週間なんだけど、本当に毎日移動なの。ほぼ毎日移動、だいたい2泊1泊ずつぐらいで都市を移動していくので、もう頭がわけわかんなくなっちゃって、エクセルで自分で資料を作るぐらいすごいお忙しい旅になってますので、ぜひ楽しみにしていただけたらと思います。では質問を送ってくれた方ありがとうございました。拾えなかった方毎度ごめんなさい、怒らないでくださいということで、最後まで見ていただいてありがとうございました。よかったらチャンネル登録、いいね、コメントお願いします。チャンネル登録数も最近増えてきて、もう本当にちょっとずつ増えてきてすごく嬉しいので、これもどれもこれも皆さんのおかげです。本当にありがとうございます。たくさんの人に広めてくださいこれこの間フリマでも言ったんだけどね。というわけでまた次回のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。